今週の真心は定食は胃袋つかむ1食210円の1週間の献立。暑くなってきたので食材を長持ちさせる下味冷凍で節約も時短もしっかりやっていきましょう。後半には副菜レシピもご紹介。ラベルにメニューを書いたらバリエラに袋をセットして早速作っていきましょう。辛いものが食べたくなるんですが子供も食べられるレシピを作ります。玉ねぎはくし切り、キャベツは8分の1を一口サイズの乱切りに、それぞれカットしたら豚肉を詰めていく。切ったキャベツと玉ねぎ、順番はお好みで大丈夫です。パンパンになるので袋を持ち上げてください。あとは調味料です。コチュジャン大さじ 2.5、 砂糖大さじ2、味噌大さじ2、にんにくチューブ小さじ2、生姜チューブ少々、醤油、みりん、ごま油大さじ1ずつ。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。流水解凍です。フライパンにのせたら火は弱めの中火で蓋をする。途中お肉が煮えたらほぐしながら真ん中を開けて、そこにチーズをのせていきます。たっぷりとのせてください。あとは弱火で蓋をしてチーズがとろっととろけたら完成。めちゃくちゃハマります。アスパラ巻きを下味冷凍にすると楽で美味しいです。アスパラの皮を剥いたら豚バラを並べて塩コショウをしたら巻いていきます。アスパラを豚肉に対して斜めに傾けると巻きやすいです。巻いたらお好きな長さにカットする。うちは3等分で作りました。ビニール袋に詰めたらお肉の間をビニールで挟むようにしていくとくっつき防止になります。折りたたんで完成です。すき焼きのタレ大さじ4、砂糖小さじ1、お酢少々。これで完成です。ビニール袋のまま閉じれなかったので袋に詰めて冷凍庫へ保管します。解凍せず凍ったままフライパンへ入れたら水を大さじ1から2入れて、火は弱めの中火で蓋をします。ふつふつしたら途中水分を拭き取って油を回し入れたら焼き色をつけてからタレを入れて煮込んだら完成です。そうめんのお供にいただきました。美味しかったです。夏になったら増える食材はトマトとカレー煮のレシピをご紹介。鶏もも肉を一口サイズの大きさ、このぐらいで、あとは玉ねぎをくし切りにカットしたら、もも肉とカットした玉ねぎを詰めて、ミディアムトマトを詰めたら、あとは調味料です。カレー粉大さじ 1.5、醤油小さじ1、マヨネーズ大さじ1、蜂蜜大さじ1。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに広げて火は弱めの中火で蓋をする。少し火が通り始めたら裏返してトマトを潰していきます。火を中火にしてトマトの水分を飛ばしていき、お肉に火が通ったら完成です。鶏肉がジューシーでさっぱりカレー味、とっても美味しいです。贅沢ステーキ第2弾もすでに2週連続だけど1枚100円以下なのでかなり節約になります。半分にカットして塩コショウしたら詰めていく。調味料はカットトマト缶半分を加えたら焼肉のタレ大さじ3、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。解凍は流水解凍です。フライパンに出したら皮を下にして火は弱めの中火で蓋をする。クツクツしてきたらお肉をひっくり返してお好みでチーズをかけたらもう一度蓋をする。串などで分厚いところを刺してお肉から透明の汁が出たら完成です。お肉がジューシーでとっても美味しかったです。ブロッコリーを使ったレシピ。ブロッコリーを洗ったら房と根元をカットして、添いだらお肉とカットしたブロッコリーを詰めていきます。順番はどちらでも OK です。オイスターソース大さじ2、酒大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、お砂糖小さじ2、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに出したらお肉をほぐして広げたら火は弱火で蓋をする。途中ほぐしながら火が通ったら完成です。お肉が柔らかくて優しい味、美味しかったです。いつもの鶏そぼろにごぼうを追加したレシピ。ごぼうを洗ったら縦に1/4にカットしたら角切りにして水に浸してアク抜きします。鶏ひき肉を入れたらアク抜きしたごぼうを袋に詰めていく。
あとは調味料です。醤油大さじ3、酒大さじ2、みりん大さじ2、砂糖大さじ 2.5 を入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍は流水解凍です。フライパンに出したら広げて軽くほぐして、火は弱めの中火で蓋をする。煮立ってきたらひき肉をお好みの大きさにほぐして、お肉に火が通ったら完成です。ごぼう入りで歯ごたえがあってとっても美味しいです。カレイの孫が好きすぎて、今回は煮付けの下味冷凍に、キッチンペーパーでしっかり水気を拭き取りしたら袋に詰める。大きさはお好みで、みりん大さじ2、酒大さじ2、醤油大さじ3、砂糖大さじ2、水 130ml、お好みで生姜チューブを入れてください。空気を抜いて冷凍庫に保管していきます。解凍プレートで解凍しました。フライパンに出したら皮目を下にして、火は弱めの中火で蓋をする。グツグツしたらひっくり返して、火が通ったら完成です。優しい味で孫がとっても美味しかったです。今週作った簡単な副菜レシピをご紹介。水で戻した高野豆腐を汁ごと鍋に入れたら、スナップエンドウを入れていきます。砂糖大さじ2、醤油大さじ 1.5、みりん大さじ 1.5、めんつゆ大さじ 1.5、本だし少々入れたら蓋をして煮込んでいきます。沸騰したら完成。つゆも美味しくて子供のお気に入りです。冷凍むきエビを使った副菜。ニンニクをみじん切りにしてフライパンに投入。オリーブオイルとニンニクを炒め、エビと枝豆、ベーコンを入れたら塩を小さじ1/2ほど入れて炒めて、洗ったエビを投入します。エビは硬くならないように手早く焼き色がついたら完成です。粗熱が取れたら真空容器で保管。3、4日日持ちします。和食にも洋食にもおすすめです。スナップエンドウは子供も大好きなのでおひたしにしていきます。作り方は簡単。めんつゆ大さじ1弱、水 50ml、醤油少々とごまは大さじ2から3、鰹節1パック入れたら混ぜ合わせて 500W で2分レンチンしたら完成です。粗熱を取って真空パックで 3、4日です。3、4分でできてあると料理がとっても楽です。よく作るレシピですが、これも簡単です。きゅうりを千切りにして、ちくわは生ちくわがおすすめ。小さめに切ると味が染みて美味しいです。あとは蓋付きの容器にきゅうりとちくわを入れて調味料です。ポン酢大さじ1、めんつゆ小さじ2、ごまはお好みですが大さじ1から2ほど入れて、あとは混ぜていくだけ。冷蔵庫で真空パックだと 4、5日保管ができます。ちくわの代わりにカニカマとかでも美味しいです。真空にすることで作り置きも長持ちするので、ぜひお試しください。我が家はツビリングのガラスコンテナを使っています。おすすめです。今回は夏の下味冷凍7品と5分以内で作れる簡単副菜4品を作りました。蒸し暑くなった季節は調理時間が早いと本当に楽ができます。また今週のおすすめはトマトチキンステーキ、ごぼうそぼろ、トマトカレー煮、牛肉オイスター炒め。本当は全部と言いたいんですが、数品作る方にはおすすめです。いつもたくさんコメントくださってありがとうございます。また登録者53000人、とっても嬉しいです。10万人目指して頑張るので応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また皆様にお会いできますように。